フランダースの犬。ベルギー・フランダース地方の村にネロという少年とおじいさん、そして犬のパトラッシュが住んでいました。お父さんとお母さんはネロが2歳の時に亡くなってしまい、ネロはおじいさんに育てられました。おじいさんは毎日村から町までミルクを運んでわずかなお金をもらって暮らしています。ネロとパトラッシュはおじいさんの手伝いをしながら貧しいけれどとても幸せでした。ネロには大きな夢がありました。大きくなったら画家になるんだ。小さい頃からネロは絵を描くのが大好きでした。貧しいので絵の具も買えません。先生について勉強もできません。でもいらなくなった紙をもらってネロは毎日絵を描いていました。ネロにはアロアという女の子の友達がいました。アロアはとても優しく、ネロとパトラッシュの大の仲良しでした。今日も丘の上でアロアの絵を描いています。アロア、もう少しで出来上がるよ。嬉しい、早く見たいわ。そこへアロアのお父さんが怖い顔で近づいてきました。アロア、こんなところで何をしているんだ。ネロに絵を描いてもらっているの。絵だとくだらん。ネロ君、もうアロワと会わないでくれたまえ。アロワのお父さんは無理やりアロワの手を引いて帰っていきました。アロワのうちは村一番のお金持ちです。次の日からアロワは町の学校に通うことになり、ネロとアロワは会えなくなりました。毎朝早く起きてネロは町までミルクを運びます。この頃おじいさんは足が痛くて歩くのが大変です。パトラッシュ、今日も頼むよ。ネロが言うとワン。パトラッシュも元気よく答えます。ずっと前、パトラッシュは道で倒れていたところをネロとおじいさんに助けられたのでした。さあ、行っておいで。町に着くとおじいさんの言葉を合図に、ネロとパトラッシュは風のように駆けていきます。二人がいつも決まっていくところは、それは教会でした。教会の奥には有名な画家、ルーベンスの絵があるのです。画家を目指しているネロは、一度でいいからルーベンスの絵を見たいと願っていました。でもルーベンスの絵にはいつも布がかけられていて、金貨を1枚払わないと見せてもらえません。ネロにそんなお金はありません。それでもネロとパトラッシュは毎日この絵の前に来るのでした。病気がひどくなったおじいさんに代わって、ネロとパトラッシュはミルク運びを始めました。おじいさん、大丈夫だよ。僕とパトラッシュに任せて。元気よくネロはおじいさんに言いました。ネロが張り切っているのには訳があります。町に行った時、絵のコンクールの張り紙を見たのです。子供なら誰でも出せるんだ。優勝するとたくさんの賞金がもらえる。おじいさんの薬も買えるし、パトラッシュにも楽させてあげられる。それに絵の勉強もさせてもらえるんだ。頑張ろう。一生懸命働いて、一生懸命絵を描こう。コンクールに絵を出そう。パトラッシュ、僕頑張るよ。ところがおじいさんの病気はどんどん悪くなっていきました。ネロ、わしはそろそろお前のお父さんお母さんのところに行くことになりそうだ。嫌だ、おじいさん、嫌だよ、一りぼっちにしないで。
パトラッシュ、ネロを頼むよ。ネロ、いい絵を描くんだよ。行かないで、おじいさん。嫌だよ、おじいさん。その夜、ネロとパトラッシュの悲しい泣き声が一晩中続きました。おじいさんがいなくなった寂しさをじっとこらえて、ネロとパトラッシュは寄り添うように暮らしています。コンクールに出す絵はおじいさんを描くことにしました。でもおじいさんの顔を思い浮かべると涙があふれてきて、どうしても描けないのです。ああ、ダメだ、描けないよ。ネロはとうとう泣き出してしまいました。くーん。そばでパトラッシュが慰めるように泣きます。その時、ネロ、頑張るんだ。さあ、絵を描くんだ。わしはいつも見ているよ。どこからかおじいさんの声が聞こえてきました。おじいさん、僕頑張るよ。パトラッシュ。僕頑張るからね。ネロは涙を拭いて絵に向かいました。ワンワン、ワンワン。突然パトラッシュが激しく吠え立てました。外に出ると大変なことが起こっていました。アロアのうちの風車小屋が燃えているのです。真っ赤な炎が小屋から吹き出しています。大変だ、水だ、水だ。早く水をかけろ、早く。村の人々がいくら水をかけても炎はどんどん大きくなり、風車小屋はあっという間に燃えてしまいました。アロアのお父さんは大声で叫びました。どうしてだ。火の気のない風車小屋がなぜ燃えたんだ。なぜだ。そうか、あいつだ。あいつが火をつけたんだ。アロアに合わせないからこんなことをしたんだ。アロアのお父さんは村の人々に命令しました。ネロに仕事を頼んではならぬ。構ってもならぬ。村の人々はアロアのお父さんに雇われています。だからアロアのお父さんに逆らっては生きていけないのです。ネロとパトラッシュはミルク運びの仕事もなくなり、住んでいる家も追い出されてしまいました。いよいよコンクールの発表の日、大勢の人々が会場に集まっています。その中にネロとパトラッシュもいました。パトラッシュを強く抱きしめ、ネロは祈るように発表を待っていました。このコンクールのために一生懸命おじいさんの絵を描いてきたのです。やがて立派な額に入った大きな絵が運ばれてきました。では発表します。優勝はステファン・キースリンゲン君です。おめでとう、おめでとう。パチパチパチ。大きな拍手と歓声が会場に湧き上がりました。気がつくとネロは吹雪の中へ飛び出していました。ネロの絵は古い紙に木炭で描いた絵でした。審査員の一人は、この絵は素晴らしい。ぜひこの子を選びたい。と言いましたが、他の審査員たちが、こんな粗末な絵を選ぶわけにいかない。と反対したのです。そして立派な額の絵に決まったのでした。ネロの後を追って走ってきたパトラッシュが突然立ち止まり、雪を掘り始めました。パトラッシュ、どうしたんだい？雪の中から革の袋が出てきました。中にはぎっしりと金貨が詰まっています。あ、これはアロアのお父さんのだ。名前が書いてあるもん。
ネロとパトラッシュは急いでアロアの家に行きました。これアロアのお父さんのものだと思うんだ。ネロありがとう。お父さんお金を落としたって大変だったの。パトラッシュが見つけたんだ。だからアロアお願い、ご褒美にパトラッシュに何か食べさせてあげて。もちろんよ、ネロ。パトラッシュ、さあ入って。ありがとう。でも僕はちょっと用事があるから、アロア、パトラッシュを頼むね。画家になる夢に破れ、家も追い出され、ネロにはもう何もありません。吹雪の中をさまよい歩き、いつしかネロの足は町の教会に向かっていました。アロアの止めるのを振り切って、パトラッシュはネロを追いかけてきました。パトラッシュにはネロの気持ちが分かっていたのです。教会の中は美しい賛美歌が流れています。ネロとパトラッシュは神様に導かれるように、いつもの場所へと向かっていました。あのルーベンスの絵の前に。あ、なんということでしょう。いつもかけられている布が取り除かれ、ルーベンスの絵が目の前にあるのです。ああ、神様、ありがとうございます。やっと見ることができました。パトラッシュ、見てごらん。なんて素晴らしいんだろう。ネロの目には喜びの涙が光っていました。あれほど見たかったルーベンスの絵をネロはとうとう見ることができたのです。パトラッシュ、僕、とっても幸せだよ。パトラッシュも嬉しそうに尻尾を振りました。ネロが幸せならパトラッシュも幸せなのです。でも飢えと寒さでネロとパトラッシュに残っている力はもうありませんでした。パトラッシュ、一緒におじいさんのところへ行こうね。神様、どうか僕たちをお守りください。ネロは最後の力を振り絞ってお祈りをしました。アロア、大好きなアロア、さようなら。教会の高い窓から差し込む月の光がネロとパトラッシュを照らしていました。ネロ、ネロ、どこにいるの？お父さんが許してくれたのよ。私たちいつでも会えるのよ。絵の勉強もできるのよ。ネロ、ネロ。吹雪の中、アロアの叫び声がいつまでもいつまでも続いていました。おしまい。